ネドシュンさんのもとにはある瞬間、まるでどこからか降ってくるかのように、膨大な情報が一気に流れ込んでくることがあるといいます。その中でも2023年9月初旬に訪れたインスピレーション、テーマは縄文、二分身、右脳への回帰、アカシックレコードなど、その情報を一気に受け取り、それを漫画という形に書き下ろしました。今回はその大きな無意識から生まれた縄文一発書き漫画をご紹介します。昔私は小さい意識で、大きな神様に抱っこされていた。神様、何かが飛んでる。鳥だよ。あれも。私だよ。神様、とても。ああ。とても大きい。大きな木だ。あれも。私だよ。すべてに気づいては神様に聞いた。神様、あれ。神様に抱っこされて神様の世界を見ていた。すべての神様の別の形。ある日。あれ、ここはどこ？神様？ねえ、神様？神様はどこにいるの？どうしたらいいの？お腹が減ったら神様が現れて食べていいよという。神様を食べる。何度も。だんだんウサギに見えてくる。私はウサギを狩るのが上手だ。胸に大きく深い穴が開いた。大きな岩にもたれると、神様を思い出す。いつかまた、会えるだろうか。神様。駅から2時間山登るとか聞いてへんし、スマホの電波入らへんとかありえへんし、もう一生迷子かと思ったわ。やば。トゥーランド Vlog さんの巨石動画を見て興奮した勢いで現地見に来て、迷子で救助とかもう許されるんは10代までなんよ。50代がそれやったらもう病院送りやで。もうやば。ギリギリセーフたどり着けたわ。トイレもあってよかった。マジで。さて、お久しぶりです、神様。今日は答え合わせに来ましたよ。あれから私たち人類は胸に大穴が開いたまま、苦しくて、なんとかその穴を埋めたくて、めちゃくちゃ頑張りましたよ。尋ねてももだして語らないあなたに頼らずに、世界を探求して解読して幾千年です。銀河の果てにあなたを探して望遠鏡を宇宙空間に送り出したり、ミクロの世界にあなたを探して量子を発見したり。でもそれでもこの胸の大穴は埋まらなかった。外側の世界にはあなたを見つけられなかったんです。苦しみの方へ、私自身の内側へ入っていくしかなかった。あなたに戻る道は内側にあったんです。進化を逆にたどるように戻っていく。旅の始まりは、現代人類社会の脳、左脳からあなたの記憶を追って古代の脳、右脳へ。左脳に意識を縛り付ける恐ろしい脳神経回路たち。右脳に戻らせまいと、大和のオロチのように抵抗してきました。こっちって声がしてお腹へ逃げ込むと、小さな意識がいました。私は神様の気づき、ここにいればいいよ。静かで全てに気づいていられる。神様の気づきさん、あなたを知っている。あなたは私の意識の核であるもの。あなたといると胸の大穴が少し安らぐ。そう、私は神様の意識から分岐して作られた人の意識の始まり。すべてに気づいている気づきの意識。縄文の頃から
人はまだ神様の意識しかなかったの。全員で一人、全員が神様。神様はゆっくりゆっくり人の脳を育てたよ。生きることが遊びであるように、生命と生命の響き合いであるように、1万年かけてゆっくりゆっくり右脳をベースに神経回路を組み上げた。神様の意識から分岐して人の意識が形作られる。でも私たち現代人は右脳を通り過ぎて左脳で捕まってしまっている。思考のオロチが騒いで気づきに集中できないよ。何度も思考に連れ去られてしまう。大丈夫。ここは全身の神経の中心、胸の座。ここで私と一緒にいよう。何度捕まってもここに戻ってきて、思考とは戦わないで。あなたが気づこうとしなくていいの。私がすでに全てに気づいてるから。私に心を向けて。気づきがただ起きている。それはただ起きる。それはただ落ちる。あなたが心を向けるものが力を得る。それはただ起きる。それはただ落ちる。私が心を向けるものが力を得る。体がある。細胞がある。みんな生きている。私を生きている。細胞たち、みんなありがとう、生きてくれて。そう思うと、もっと大きなありがとうが返ってきた。あなたが心を向けるものが力を得る。あ、頭の中が静かになった。シーンとしていて何にもない。私が思考の声に捕まっていたので、私のいる場所、左脳が使われ、栄養を得ていた。思考の声が消えたら、右脳へ呼ばれるように引き寄せられていく。左脳の過剰がゆっくりと収まっていく。あ、こんな状況はダメだ。もっと良い未来があるはず。どうしてうまくやれないの？大きな三つ首の蛇が消えていく。全部思考だったんだ。脳が勝手に作り出してたんだ。世界がありのまま、そのまま見えた。覆っていた暗いベールが消えたみたい。美しい。では進もう。神様を探しに。あなたは神様か。違いそうだな。結論早。あなたも神様を探していたのか。そう。神様がいなくなってどうなった？何が変わった？神様でいるときは何も考えなくても言葉を交わさなくても誰もが通じ合うんだ。すべきこと、行くべきところ、ただ勝手に起き続ける。そしてそれを見ていた胸の真ん中で神様が何をしているのかを。メタコンシャス、超意識、意識の働きを見る意識、脳に新しい回路群が作られていく。神様がいなくなると突然何もわからなくなる。世界に一人放り出された赤子のように。神様がいて、神様が消えて、それを繰り返して、ある日神様が言った。さあ、行っておいで。それきり神様はいない。でも大きな木や大きな岩、
鳥や生き物は全部神様なのだと覚えている。仲間とは言葉を作り話し始めた。同じ木を見て同じ名で話し、通じるととても嬉しい。言葉で世界ができていく。神様の世界の上に重なる。仲間と伝え合える新しい世界。仲間も世界も神様なんだ。それを覚えている。でも私の中にだけ神様がいないんだ。どっこいしょっと。つまりこれは何もかも神様、あなたの計画だったんだ。あなたがかつて人間の脳を生き、意識を外側から観察する意識、気づきとしての私たちを生み出した。あなたは消え、私たちは苦しい大穴を抱いた。その欠乏感は知識欲に進化しました。世界を知り、言葉で分類し、それを担う部位が発達しました。左脳です。集団で集まって暮らす社会ができ、言葉中心の生活がさらに左脳を発達させ、気づきの意識を核に抱き込んで、私という幻の感覚を作り出しました。私感覚は身体の前面に広がり、存在を覆います。社会の中で他者と私感覚の物語が生まれます。私が生きている。これがすべての幻想の出発点でした。左脳にとって幻の私の物語は栄養独占のチャンスです。辛い物語とストレス物質で苦しさを操ることを覚えました。そして頭の中の独り言が生まれます。すべては思考、無限の問題点、無限の物語が生まれます。問題はこの時、左脳の神経回路自身が主導権を握っていることです。止めようとしても止まらない思考、自動思考、脳神経回路自身が私を乗っ取っている。ところがこの瞬間ももう一人の私がいる。神様が1万年かけて育てた大地のごとき安定した神経回路で私を呼ぶ。下へ来るんだ、下へ、胸の座へ行け。下に降りて胸の座へ、身体に心を向けて、自動思考に飲み込まれないように気づいて、そして身体の細胞と神経が感じていることに意識を向ける。左脳の私を、あなた方が世界を探求し学んでくれたおかげで、右脳も強く成長した。今こそ共に神様を見つけよう。ここにいるはずだ、私の中に。そう神様、あなたは文字通り私を作りました。小さな私が60兆の細胞たちのニーズと神経からの激しい情報で破裂しないよう、慎重にフィルターをかけ、この新しい脳神経回路を隔離しました。あなたはそうやって私を送り出し、私は世界を知って世界と反応し合い、功を得て強い神経回路になって帰ってきました。このフィルターはどうしても外れないけれど、思い出したんです。あなたは私を送り出した。前へ、さあもういい、行っておいでって。そう、神様、あなたはずっと後ろにいてくださったんだ。私という幻を生きている間、いつも胸の座に降りて自動思考が消えて、
左脳の過剰が収まって、時間はかかりましたが、左脳が自家中毒のように出していたストレス物質のダメージが身体から消えました。私の神経はだんだん鋭く強くなって、外側のあなたを感じられるようになってきました。外側の神様を内側で感じられるのです。それは細胞の感覚、身体のささやき、繊細すぎて言葉にできないもの。そんな私のファイナルアンサー、神様、あなたは、なぎいだ水のように世界のすべてを満たしている。たった一つの精神であり、同時に光よりも早く巡り続ける見えない海流。それゆえ、どの一点も常に全体である。生命はその海流の渦巻きであり、その中で神様はその生命であることを楽しんでいる。痛い。面白い。楽しい。面白い。最高だ。最悪や。めっちゃ痛い。骨折か？もうあかん。治療代なんぼかかるの？なんでいつも愚痴来るん私。おお、そんな感じ方ができるのか。だいたい運動不足やねん。もっとこうジョギングするとか努力せなあかんのんちゃうん？ YouTube 見て寝転んでばかりで。フィルターで切り離して生み出した私を、もう一度会えるのを楽しみにしている。でも神様、私はあなたを見つけた。後ろにいてくださり、細胞と神経から語りかけてくださるあなたを。私はこれから後ろに下がることにします。毎春毎春すべてのことをあなたに確かめて選択して生きていくことで、そうすれば私の人生は神様、あなたの表現になる。私の人生は神様、あなたの脳細胞の一つとなって多くの人たちとつながってゆく。つながってゆく。それはきっとネオ縄文なんて呼ばれる素朴で緩やかなつながりの社会。新しい土着の情報社会。ファイナルアンサー、いかがでしょう？